絞ると、ああ、確かに。僕ね、こっち派なの。僕も好きでした。あ、でしょ？はい、どうも始まりました。本日スペシャルゲストギタリスト森本貴弘くん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。森本くん。はい。リバーブがおできました。ついに。いやー、前ね、ディレイ、このバディ一緒に森本くんと素敵な動画ありがとうございました。ありがとうございました。これの兄弟機的な感じで、これ森本くんも初めて見ます。マジで見てないです。はい、じゃーん。ムーンライト。かわいい。こんな感じになってまして、今回ね、シャチなんです。夜空とこの海面から飛び出したシャチみたいなそういうイメージなんですけど、冬の夜空のなんかすごい透き通った空気のなんか空間みたいなあるじゃないですか。ありますあります。ああいうイメージで作りたいなと思って、おじゃあちょっと実際やっていきたいなと思います。楽しみやな。はい、つながりました。まずですね、はい、コンセプトというか説明しようかなと思うんですけれども、はい、バディとね一緒なんです。マスターがついてるので全体の音量をこうオンにした時に上げたければ上げれる。なるほど。下げることもできるっていうのがまず一つと、原音がデジタルにならない。なるほど。そう、デジタルリバーブなのに原音がずっとアナログのままで、そこにデジタルで作ったリバーブを足すっていう、最後にねミックス回路でミックスされて出てくるので、まあいい感じです。原音のパキッと透き通った。じゃあオンにちょっとしてみますね。了解です。で3つ選べるんですね。スプリングとルームとホールがあるので、まず真ん中のスプリングから、で全部今12時です。あ、ちょっとあれか、オフか。オフはお、いきます。ほいほい。はい。全体的に気持ち明るめに設定してあるんですよ。なんか今の音楽シーンっていうか、いろんなところで耳にする音って結構明るいなと思ってて、なので結構ねデフォルトで明るくなってます。なるほど。つまみの説明をするんですけれども、まず左上はさっき言ったマスターで、右上がリバーブのレベルになってます。ここを上げるとリバーブの量が増えるし、下げるとリバーブの量もうゼロになります。だからこれね、ちょっとオフでなんかちょっと単音フレーズ弾いてもらっていいですか？一緒じゃない？これ一緒です。だから原音がこのオンの状態でも全然変わらないところにリバーブをこう足していける。なるほど。よくあるリバーブだと、これオンにしただけで音変わるってことですね。そういうことか。そういうことよね。へえ。そうね、ちょっと足すとこのスプリングちょい足しで、あ、全然違う。雰囲気がねちょっと柔らかくなってくる。で好きなだけ足せるっていう感じ。わあ、すごい。そうで、左下のディケイはリバーブが鳴ってる音の長さですね。これを上げると、ちょっと分かりやすく音量も上げときますけど、長く。これね、この後出てくるホールとかだともっとブワーンって広がるような感じになるんですけど、スプリングなんでね、そんなにバネめっちゃ揺らすっていうのがちょっとどうしてもあれなんで、っていうこの音の長さですね。で、この右下。これがね超大事っていうかね、もう僕の一押しなんですけども、トーンなんです。リバーブの音のトーン、明るくするとなんかこうストライモンみたいな、ストライモンって結構明るくないですか？そうですね。これねホールとかだとめっちゃ分かりやすい。ちょっと一回ホールにしようかな。ホールの、じゃあ真ん中ね、こういう響きだったんですけど、明るくするとこれでねちょっと単音フレーズとか弾いたりするとすごい明るさがねいい感じに、こういう明るい感じ。逆に絞ると、確かに僕ねこっち派なの。僕も好きでした。でしょ？リバーブの響きがどれくらいきらびやかに派手にいきたいのか、ちょっと隠し味的にやんわりサポートしてほしいのかって、響きの明るさで調節できるんですよ。ちょっと哀愁ある感じ。そう。でスプリングに戻して、スプリング結構かけるんだけれども、トーンを抑えておくことによって、
これだから好みじゃない？なんかこの明るいの好きな人っていうのも絶対いらっしゃると思うし、僕はなんならもうほぼ絞り気味でもいいぐらい派なんですけど、ジャンルとかに合わせてできますよね。そう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 、はい、次のルーム行きましょうか。部屋の響きなんでおとなしめのリバーブっていうのが、まあ世の中的にはそうだと思うんですけど、はい、僕ねぶっちゃけルームのリバーブってあんまり使わないんですよ。使わなかった、はい、でもルームでも使いたいと思えるようなルームにしたいなと思って、おすすめはねこのルームで結構長めの設定、これがねナチュラルなんですよ。で使いたくなるの。でしょ、いいのよこれ。オフだとさめっちゃ寂しい。でこれにあっさりかけるのがいい。多分聞いてる人リバーブかかってるって気づかないそうですねレベルなんだけども、これがあるのとないのとでも雰囲気っていうかうまさ、音作りのうまさもそうだし演奏のうまさみたいなのがマジで違う、言われないと気づかないけど、それが入ってないとなんか味違うっていうほんまそんな感じですよね。ほんまそんな感じ、逆に短くするとちょっとね、ショートディレイみたいなそう、続いてホールです。これもじゃあ一旦12時の音。はい。ホールもね、僕下げちゃうんですよね、トーン。ホールってやっぱり大きい広がりなんだけれども、それをちょっと少なめでかけて、トーンも下げとく。ホールはディケイを上げるとめっちゃこうなんかもうアンビエントサウンドみたいなのもやっぱり作りたい時あるかなと思って、それもできるようにしてまして、めっちゃ広めにしてみる。そして明るめにしてみますね。わーお。マックスにするとね、えらい長いと思うよ。もうずっと響いてるぐらい響かせることもできるので、結構いろんな使い方に対応できるようにはしてあるので。じゃあこれ、他のエフェクターとつないでやってみましょうか。オーバードライブつないでみました TS ミニ、今ねスプリングかなと思ってやっぱスプリングにしてあって、ディケイガンガンマシマシのスプリングでちょっと作ってみたので、じゃあこれでどんな感じか。ちょっと雰囲気ある感じですよね。はい、ジャッカルとバディ繋いだんですけど、今2人でちょっと音作りしてたんですよね。めっちゃええの。めっちゃいい。めっちゃええのこれ。びっくりした。じゃあ今ジャッカルだけちょっと一旦ジャッカルだけでいきましょうか。はい。
いいし、あとこのギターもちなみにも使ってもらう。これいいですよね。いいよね。で、これにね、ムーンライトを足したんですよ。まずね、じゃあリバーブだけ足しますよ。このね、バディもムーンライトも共通、通すとちょっとこのバッファー効果が後掛けバッファーみたいな形で少し明るくなるんですよね。それがなんかすごいかっこいい。ちょっと前にこう出る感じなんですかね。今ね、ルームを深めにかけて、音も結構明るめに、ここで明るく彩ってるっていうのもあるんですけど、これもう一回ちょっとチャッて弾いてもらうと、こういう感じね。で、これにバディいきますよ。バディはね、ちなみにレコードにしてます。めっちゃええ。すごいです。いや、めちゃくちゃいいです。すごい。これでもう一回がっつり弾いてもらっても。はい。わーお。改めてジャッカル弾いたけど、いいっすね。あ、本当？ありがとうございます。いいと思います。よかったよかった。じゃあ最後に森本くん、せっかくなんで2人でなんか1曲弾いて終わりたいなと思うんですけども、ムーンライトということはビーズの月光という曲がありまして、これ狙ってこのムーンライトって名前つけたわけじゃないんですけど、2人でムーンライトで月光弾いていいですか？おお、ぜひぜひ。よし、じゃあよろしくお願いします。お願いします。良いですね。いや、浴びましたね、ムーンライト。浴びましたね。浴びた、浴びた。はい、というわけで、こちらのムーンライト、ライムとオーディオのウェブショップや全国の楽器屋さんで弾きますので、ぜひチェックしていただければと思います。森本くん、今回もありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。もうなんか一緒に弾けたのがめっちゃ感動的。初めてでしたよね。おお、確かに。今回の動画良かったって方は高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお願いします。本日スペシャルゲスト、ギタリスト森本貴弘くんでした。ありがとうございました。それじゃあまたの動画でーす。